英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？アメリカ NBC ニュース速報を使いながら私たちの英語力と最新ニュースで情報力どんどん上げていきましょう。アメリカ、共和党の大統領候補選、予備選が始まっていて、そしてヘイリーさん地元サウスカロライナでトランプ元大統領に負けてしまって敗北を認めるスピーチ、行っていますので、これを使いながら英語力と情報力アップしていきましょう。非常にわかりやすい、ゆっくりとした英語で話してくれていますので、しっかりと英語力と情報力を上げていきたいと思います。まず、字幕ありでこの NBC ニュースを見て、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次に英語と日本語字幕を使って難しい単語や表現、そしてニュース、スピーチの詳細確認していきたいと思います。そして、ところどころですね、音読をしながら日本人が苦手と言われているスピーキング力もアップしていきましょう。3番目は、NBC ニュース、字幕なしで同じものを見て、このヘイリーさんのですね、ネイティブ英語しっかりと聞き取れるのか、しっかりと調整していきましょう。3番目までは、英語を学習しながらしっかりと情報を頭にインプットしますけれども、4番目は、そのインプットした情報を英語を話してアウトプットする。日本人が一番苦手と言われている英語でのスピーチ練習やっていきたいと思います。マイクロソフト生成 AI を搭載したチャット使えばまるで人間と英会話をしているように楽しくたくさん英語を無料でいつでも好きな時にどこでも話せますので非常におすすめです。どのように練習しているのかデモンストレーションもしますので動画ぜひ最後までご覧いただいて一緒に英語力と情報をアップしていきましょう。英検1級家事チャンネル英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリックお願いします。それでは NBC ニュース速報を使ってヘイリー氏がどのように敗北を認めコメントをしているのか英語力、情報力アップしていきましょう。Let's get it started! それでは左の NBC 速報、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。読まれているところこのようにカンソルを合わせていきますので必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は左の英語ニュースだけしっかりと見ていただければいいと思います。Let's try to understand the outline of this NBC news with English subtitles. Let's try it. それでは字幕ありで見てみましょう。Everyone wants to bring back the America we know and love. That's the underlying message of what happened today.I want to congratulate Donald Trump on his victory. And I want to thank the people of South Carolina for using the power of your voice. America will come apart if we make the wrong choices. This has never been about me or my political future.We need to beat Joe Biden in November. I don't believe Donald Trump can beat Joe Biden. I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president.I'm a woman of my word. I'm not giving up this fight when a majority of Americans disapprove of both Donald Trump and Joe Biden. Thanks. さあ、どうでしょうか NBC 速報ですね。ヘイリーさん、残念ながら、サウスカロライナ州で負けて、ドナルド・トランプさんに Congratulate と言っていましたけれども、それでも諦めずにですね、大統領になるまで戦う。決して、トランプ氏を大統領にはさせないという決意を新たにしたこういうスピーチでした。さあではですね、次は日本語と英語を使いながらしっかりと単語表現、ニュースの詳細を確認しつつですね、日常会話でも使えそうな表現たくさん出てきましたので、しっかり声出しながらですね、スピーキング力も上げていきたいと思います。左側英語、右側日本語字幕、今画面に映っていますが、これを使いながら見ていきましょう。まずですね、誰もが、知っている愛するアメリカを取り戻したいと思っていると。今日、起こったこと、根底にあるメッセージだということですね。
サウスカロライナで負けて、トランプ氏へ勝利の祝福ということですけれども、そして、サウスカロライナで、声の力を使ってくれたと。自分に投票してくれた人に感謝をしたいと思うということを述べてますね。さあではここ、単語表現見ていきましょう。Everyone wants to bring back。bring back というのは取り戻すですね。The America we know and love。これがですね、アメリカにかかっていますけども、私たちが知っている、そして愛しているアメリカを bring back、取り戻したいと everybody、みんな思っているということですね。underline というのはですね、強調している。underline ですね、根底にあるということで、それが、今日起こったこと。what happened today 今日起こったことのメッセージを、underline 根底にあるメッセージですね。underlining メッセージ。underline、根底にあるですね。そして、congratulate。この wanna というのはですね、ネイティブアメリカンが want to ですね、何々したいを省略すると wanna と言いますね。I wanna congratulate Trump ということで、一応勝者の、トランプ氏に congratulate ということで、祝福のメッセージ。victory 勝利ですね。彼の victory 勝利に、congratulate 祝福を送りますと言ってますね。そして、このあたりですね。このあたり単語表現でした。では次見ていきましょう。この部分ですけれども、どんなことが言われているのか。もし、アメリカ国民、私たちが間違った選択をすれば、アメリカ、崩壊してしまうということですね。come apart、バラバラになってしまう、崩壊してしまうということですね。これは自分自身とかですね、自分の政治的将来に関するものじゃない。11月に、民主党のジョー・バイデン大統領に勝つ必要があるということですね。そして、ドナルド・トランプ氏、ジョー・バイデン氏に勝てるとは信じていない。サウスカロライナ州ですね。今回予備選が行われて、トランプ氏が勝った、この州で何が起ころうとも、私、ヘイリー氏さん、大統領に立候補し続けると今週言ってましたということで、まだ諦めないというメッセージですね。それでは、ここ単語を見ていきましょう。America will come apart if we make the wrong choices. もしですね、if 間違った選択をしたら、アメリカが come apart 崩壊する、バラバラになってしまいますと言ってますね。ではここ一緒に音読をして日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきましょう。America will come apart if we make the wrong choices. この発音ですね。wrong で間違ったですね。wrong. America will come apart if we make the wrong choices. ですね。しっかりと英語を話してスピーキング力もアップしていきましょう。難しい単語、特に使われてないですけども、この beat というのは打ち負かすということで、I don't believe 信じてません。Donald Trump can beat Joe Biden. トランプ氏がジョー・バイデン氏に勝てると I don't believe 信じてませんということですね。そして No matter what これよく使いますね。何が起ころうともですね。I said this week that no matter what happens in South Carolina このサウスカロライナ州で No matter what happens 何が起ころうとも今週私はこう言ったということで I would continue to run for president 諦めずにプレジデントアメリカ大統領になるその活動、続けていくということですね。ではここまでですね No matter what 覚えるためにしっかりと声を出しながらスピーキング力アップしていきましょう。I said this week that no matter what happens in South Carolina ですね。もう一度言ってみましょう。視聴者の方も声が出せる方は一緒に、英語を話す練習をどんどんしていきましょう。I said this week that no matter what happens in South Carolina ですね。それでは次見ていきたいと思います。最後ですけども、私は自分の言葉を約束を守る女性です。アメリカ国民の大多数がドナルド・トランプ氏とジョー・バイデン氏の両方を支持しないとしても、しないまでですね、私はこの戦いを諦めるつもりはないということですね。地元のサウスカロライナで負けてしまって苦しいですけれども、このまま大統領候補生を続けるということですね。
では、ここ単語表現見ておきましょう。I'm a woman of. 私はこのような女性です。of my word. 自分自身の言葉を守る、約束を守る女性です。諦めないということですね。I'm a woman of my word ですね。give up というのは諦めるですけども、not がついてますので、I'm not giving up this fight when a majority of Americans ということで、give up ですね。not give up 諦めないと言っているこの戦いをですね。a majority of というのは大多数ですね。a majority of Americans アメリカの多くの大多数の人たちが disapprove というのは承認しないということですね。both Donald Trump and Joe Biden トランプ氏もジョー・バイデン氏も両方とも承認しないとアメリカの大多数の人たちがそうなるまでですね。私は I'm not giving up この戦いを諦めないとこう言ってるわけですね。ではここしっかりと声に出してスピーキング力アップしておきましょう。I'm not giving up this fight when a majority of Americans disapprove of both Donald Trump and Joe Biden ですね。しっかりと声に出して英語を話すことに慣れて自分の口の筋肉、マウスマッスルをですね、英語を話すためのマウスマッスルに鍛えていきましょう。筋トレと同じような感じで英語を話す練習を しないとですね、スピーキング上達しないということで、英語と日本語を使いながらしっかりと最新のですね、負けてしまいましたけれども、ヘイリーさん、どんなことを話しているのか、まだ諦めないと。私が大統領になる。アメリカ人が間違えた選択をしてしまえば、アメリカを崩壊してしまうという危機感を募らせていました。本当に世界が注目していると思います。そしてウクライナもしっかりと注目をして、本当に世界がこのアメリカ大統領選挙、今年11月にありますけれども、注目しているその共和党の予備選ということで、残念ながらというかですね、事実はトランプ元大統領の人気が非常に高いということですね。さあでは、英語と日本語でしっかりと単語を確認しながら最新情報、チェックできたと思いますので、3番目はですね、ゆっくりヘイリー氏、話してくれてますので、聞き取り挑戦していきましょう。字幕なしでですね、2番目で、学習した単語表現、そして詳細内容、ネイティブアメリカン・イングリッシュ、聞き取りだけで理解できるのか、いきたいと思います。Let's try to understand every details of Miss Harry's speech without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try. さあ、それでは、字幕なしで、ヘイリーさんのスピーチ聞いてみましょう。Everyone wants to bring back the America we know and love. That's the underlying message of what happened today. I want to congratulate Donald Trump on his victory. And I want to thank the people of South Carolina for using the power of your voice. America will come apart if we make the wrong choices. This has never been about me or my political future. We need to beat Joe Biden in November. I don't believe Donald Trump can beat Joe Biden. I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president. I'm a woman of my word. I'm not giving up this fight when a majority of Americans disapprove of both Donald Trump and Joe Biden. Thanks for watching. Stay さあ、いかがだったでしょうか。まだ、票を数えている途中、速報ではありますけれども、トランプ氏が 59.9%、6割近くですね。そして、ヘイリー氏が 39.5%、4割近く、今のところで、票数ですね、10万票近く差がついているということで、圧倒的なトランプ氏の人気ということがわかるんではないでしょうか。
さあ、それでは次はですね、3番目までは英語を学習してしっかりと速報情報、得ることができましたので、次は4番目、そのインプットした情報をしっかりと英語を話して相手に伝える、アウトプットする練習を、生成 AI を搭載したマイクロソフトのチャット、コパイロットを使って練習していきたいと思います。海に囲まれた島国日本に住んでいると、普通の生活の中でですね、英語を話したり、話す必要性、ほぼないと思います。使わない英語、もちろん上達しませんので、日本に住みながらどれだけですね、英語を使っていくのか、話せる機会を増やすのかというのが非常に大切になると思います。このチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会を増やせます。しかも、無料で、どこでも、いつでも好きな時に、インターネットとパソコンもしくはスマホがあれば練習できますので、ぜひ皆さんもやってみてください。では今からどのように練習しているのかデモンストレーションしますので、参考にしてみてください。今画面にマイクロソフト Bing のコーパイロットチャットが映りましたけれども、これを使っていきたいと思います。2つ、注意点があって、まず1つ、英語で英会話しますので、言語は日本語ではなくて、画面に映っているように英語に設定変更して使うようにしましょう。これが1つ目。2つ目はこの Use Microphone というボタンを押して英語で話しますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。話の途中で間が長くなると、このチャット、話が終わったと思って最後までリスニングしてくれませんので、例えば Well とかですね、I'm thinking about 何か声を出しながらまだ話してるよということを伝えると、しっかりと最後まで聞き取ってくれると思います。注意点はその2つだけで、あとはですね、私の場合はニュースから得た最新情報をもとに英語でこのチャットとスピーチをすることによってたくさん英語を話す練習をしてですね、スピーキング力アップしていますので参考にしてみてください。それではこの Use Microphone ボタンをクリックしてですね、英語で話しかけて今から英会話、チャットと楽しんでみたいと思います。Let's practice speaking in English. Hi Bing. How are you doing today? I'm good.I'd like to share latest news. This time I got from America NBC News. I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability, and I know that practice is key for that purpose. So as a practice, I'd like to share that latest news with you by speaking in English. Are you ready to hear my speech in English? こんな感じで話すと聞き取ってくれます。そして返してくれます。Hello.I'm ready to listen to your news. Feel free to share, and I'll be here to listen attentively. Thank you very much for your reply. This latest news is, I think that attentions from around the world is looking about this news. It's about Republican primary in South Carolina, United States of America. And I know that from this news, Mr. Trump won in this state, South Carolina, against Nikki Haley. I think that Nikki Haley said that she will never give up to become U.S. president, and asked her supporters and declared that she will continue her candidacy about next U.S. president. But this is very big damage, I guess, for her because South Carolina is her mother state, I can say. As far as I know that she was a governor of this state. So this is a big loss for her, and even though she is saying that she will continue for this race, but I think unfortunately so many people and specialists about this kind of political things, I guess they are thinking about presidential candidate from Republicans is maybe already decided for Mr. Trump. こんな感じでスピーチすると返してくれます。Certainly. Thank you for sharing the news. Let's discuss the recent Republican primary in South Carolina. Okay. Donald Trump emerged victorious in the South Carolina Republican presidential primary.
This win dealt a significant blow to Nikki Haley, who is also competing in her home state. Despite her determination to become the U.S. president, the outcome in South Carolina has been a major setback for her campaign. As you mentioned, Nikki Haley previously served as the governor of South Carolina, which makes this loss particularly impactful for her. While she continues to express her commitment to the race, it appears that many political observers and specialists believe that the Republican presidential candidate is already decided in favor of Mr. Trump. The dynamics of the primary season can indeed be intense and closely watched by people around the world. Thank you for practicing your English by sharing this news. Thank you very much for your comment and additional information and the summarize of what I said. So, the next president candidate and the possibilities about who will be next US president is becoming clearer right now. So maybe this November presidential election will take place between current President Joe Biden and maybe Mr. Donald Trump. If Mr. Donald Trump will become next US president, I'm not sure what will happen, because he is always saying that make America great again by his basic principles, America first. So divisions and confusions around the world would be created, but nobody knows until we will see the actual result. Do you have any ideas and expectations about next US president? Thank you for sharing your thoughts on the upcoming U.S. presidential election. It's indeed an interesting and pivotal time in American politics. As for the next U.S. president, the possibilities are still unfolding. Let's consider the two main contenders. Joe Biden, the incumbent President Biden, has been in office since January 2021. His administration has focused on issues such as COVID-19 response, climate change, and social justice. If he runs for re-election, his policies and leadership will continue to shape the nation. Donald Trump, former President Trump, known for his slogan "Make America Great Again" and his America First approach, remains a prominent figure in American politics. His potential candidacy could energize his base, but it also comes with controversy and polarization. As you rightly pointed out, the outcome is uncertain, and we'll have to wait and see how the election unfolds. The American people will ultimately decide, and their votes will determine the course of the nation. Regardless of personal opinions, democracy allows citizens to express their preferences, and the electoral process plays a crucial role in shaping the future. Let's stay tuned and observe how events unfold in the coming months. Alright, thank you very much for your comment. I think that this kind of conversations about politics, not only United States, and for examples, to talk about social problem or like that in English is very good, not only for improving speaking skills in English, second language for me because I am Japanese, and as well as refresh and reshape my thoughts and informations, and I can get latest information from around the world if we can understand English and communicate in English. Ultimately, it expands our life, and our life can be more enjoyable. Absolutely. Engaging in conversations about politics, social issues, and global events in English is not only beneficial for improving language skills but also for broadening our perspectives. As you rightly mentioned, it allows us to refresh our understanding, stay informed, and connect with people from diverse backgrounds. Language is a powerful tool. It opens doors to knowledge, culture, and experiences. By communicating in English, we gain access to a wealth of information, connect with a global community, and enrich our lives. Whether discussing politics, sharing stories, or simply chatting, each conversation contributes to our growth and understanding. Keep practicing, stay curious, and continue exploring the world through language. こんな感じで
スピーチ、英会話をしてみましたけれども、今デモンストレーションしたようにですね、本当に人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語をですね、どこにいても、いつでも好きな時にですね、無料で練習することができますので、これを継続するというのが一番大切ですけども、練習を続けることによって、どんどん英語を話す機会を増やして、そして日本人が一番苦手と言われているスピーキング力、どんどん上げていくことができると思いますので、すごくおすすめです。皆さんもいいなと思ったらぜひやってみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、アメリカ NBC ニュース速報を使って、サウスカロライナ、リパブリカンズ、共和党の大統領候補選、予備選ですけれども、ヘイリーさんの地元で、負けてしまって、トランプさんが、勝ったという速報を使って私たちの英語力と情報力アップしてみました。皆さんはですね、どんな新しい単語表現と出会い、そしてどんな情報と出会って、どんなことを、感じましたでしょうか？世界が今年11月のアメリカ大統領選、注目していますけれども、今の勢いのままどうやらトランプさんが共和党の大統領候補になって、11月、民主党のバイデン現大統領と一騎打ちになりそうな気配が、してきました。こんな感じで、英検1級価値チャンネル。英語を学びながら情報力どんどんアップできる動画上げていきますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。お友達で英語を勉強している方がいれば、英検1級価値チャンネルという英語学習と情報力アップにつなげられる、YouTube チャンネルあるよということで、シェア、宣伝していただけてもありがたいので、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from NBC News. I think it is very important for us to improve our English abilities as well as expanding our information knowledge. If you think that my channel is good for that purpose, please subscribe my channel. Thank you for watching until the end. Good day. Goodbye.